模活時間の記録 Vlog。 今回は SD ガンプラ SD ガンダム BB 戦士ナンバー 28G アーマーのキット。随分昔に遊んでいたものを今回は塗装のし直し、水性アクリル塗料を使ってシールで色分け対応をしていたところを中心にリペイントをしました。今回はその1、付属のガンダムをペイントします。キットは素組みの状態からミスタースーパークリア艶消しで塗装の下地を作っておきます。塗装の様子をダイジェストにまとめました。塗料はホビー用水性アクリルのシタデルカラーとパレホー併用です。筆塗りで色付けをしていきました。色の境目や細部は面相筆で、広い面積は模型用のブラシなどで着色をしました。さらに細部は極細筆を使用しました。カラーごとに見ていきます。まずはデッドホワイト、パレホのゲームカラーの塗料。色分けする箇所の下地塗装になります。いわゆる白、純白カラー。比較的粘性高く隠蔽力が強い、何かと重宝している塗料です。水で溶いて薄く色をのせていきます。このひと手間が後の色分けを効率よくしてくれます。胴体の一部、頭部、脚部、腕部、バックパック、そしてシールド、ライフルに白系カラーに色分けするときにもこのカラーが入って質感がマットになっておいた方が塗装はしやすいので漏れなく塗っておきます。こちらが今回の色塗りで使用した塗料。ガンダムのパートで塗装にかかった時間は約60分でした。パレホはスペインが発祥の水性アクリル塗料で安全で嫌な匂いなし、乾燥が早くて塗膜も比較的丈夫。ガンダムマーカーの 0.3mm 極細ペン、ブラックと消しペンを使い、フェイスに墨入れをしました。ここは下地を入れていない箇所。腕部とライフルにグレーを塗りました。シタデルカラーのレイヤー、エシングレイです。濃い色味のグレーカラー、上塗り用の塗料です。下地の白が効きました。シタデルカラーはイギリス生まれの水性アクリル塗料で、ミニチュアホビー用のカラー。黄色、パレホのモデルカラー、ディープイエローです。この黄色も本来は隠蔽力の強くない塗料種なので、下地の白が効きました。モデルカラーはパレホの筆塗り用のスタンダードです。多彩な色数で様々なジャンルの模型に活用できる最も基本となるシリーズ。黒をスポットで入れました。パレホのゲームカラーブラック。フェイスの目の部分はシール貼り付けの下地にしました。ゲームカラーはファンタジックな特別色を備えたカラー種。人物モンスター系フィギュアに適した鮮やかな色がメインで、粘度はやや低く隠蔽力塗膜は強いカラー。ここで赤です。パレホのゲームカラーブラッディレッドを使いました。鮮やかな赤、粘性の高い隠蔽力強い扱いやすい塗料です。フェイス、胴体に機動戦士ガンダムから BB 戦士のキット化されたこの頃のキャラクターでは、ナンバー15のゲルググ、16のジオング、この G アーマー、そしてナンバー25ガンキャノンなどがありました。それぞれに特徴的なギミックあり、低価格で設定された良質なプラモキットでした。G アーマーのキットは戦国伝天下統一編でナンバー88、武者 G アーマーとしてパーツ流用され、カラーリングが変更、同じくノーマルガンダム付属キットとしてリメイクされました。初期の頃の BB 戦士では、いわゆるノーマルガンダム、元祖ガンダムと言われた機体のキットとしては、ガンダマンやナンバー20、パーフェクトガンダムで作れたものなどがありました。白を上塗り。パレホのゲームカラーデッドホワイトを再び。もともと白の成形カラーのパーツはこれで少し色味が変わりました。成形カラー青赤のパーツにはマットな質感に変える透明塗料、シタデルカラーのテクニカル特殊効果表現のストームシールドという塗料を使いました。粘性の高い液体塗料なので水で適度に薄めながらブラシで塗りました。塗装後は水性トップコート、
艶消しを全体に吹き付け乾燥させて完成。色塗り終わった各パーツを組み上げていきます。このキットは1989年7月に発売された懐かしいものです。キットのパーツ換装で可能なのは、今回組んだノーマルガンダム、コアファイターと G スカイイージー、G ブル、G ファイター、G バスター、そして G アーマー。5色成形のパーツ、BB 戦士では初の500円の定価設定でのキットでした。今回は塗装その1ということでガンダムを組み立て、G ブル、G バスター設定のシールド2枚装着にて組み上げました。塗装後がこちら。ということで今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー 28G アーマーのキットのリペイント。その1はノーマルガンダム。次回はその2コアファイターと G ファイターのパーツをペイントします。水性アクリル塗料での色分け記録 Vlog でした。今回もご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。